時は戦国時代。元亀4年1573年4月に織田信長にとって最大の脅威である猛将、甲斐の武田信玄が死んだ。家督を相続した武田勝頼は、3年は我が死を隠せという意志を継ぐも、信長の情報網には通じなかった。信玄の死を確信した信長は守勢から攻勢に転じ、将軍足利義昭を追放し、室町幕府を消滅させ、浅井、朝倉、三好などの反信長勢力をことごとく攻め滅ぼす。一方、武田軍の成城作戦で領土を多く失った三河遠江の徳川家康も、失地奪回すべく東三河の重要拠点長篠城を奪い返すことに成功。しかし、遠江の高天神城が奪われる一進一退の状況が続いていた。天正3年1575年、29歳の若き武田家当主勝頼は、信玄の三回忌法要を終えると、父の成城作戦を続かのように三河の岡崎城を目指し進軍を開始させる。にしても親方様が亡くなってから怒涛に時が過ぎたよの。早いものですな。春には三回忌じゃ。揃っておりますな。皆に見せたいものがある。なんじゃ、信綱。越後の上杉謙信より、先の高天神宿将の品が届いております。なぜ、敵対する我が軍に宿将などするのだ。さては、またもしようか。これは、砂糖菓子のようですな。所長がしたためられておる。珍しきものを手に入れた。近頃、信長は、この根底となる甘い南蛮菓子を好んで食しておるそうじゃ。が、今の信長は甘くはない。この菓子のごとき、トゲトゲとがっておるゆえ、気をつけるべし。信玄供養の供え物といたせ。と、書いてありまする。そのように、世は甘くないぞ。とな、はっはっは。なんじゃ、世と世をかけておるのが、わからんかったか。まさとよ。その通り、信長は甘くないな。殿は、血気盛んな若武者。亡き親方様を超えたいお気持ちはわからんでもないが、信長を侮ることなかれ、都謙信からの忠告じゃな。賑やかぜな。何を話しておる。越後の謙信より菓子が届いたゆえ。ほう。しかし、毒々しい見てくれじゃのう。とても食し気になれぬわ。さて、皆の衆、父亡き後、ようやってくれた。美濃の明智を奪い取り、信長めの鼻を明かしてやったわ。悔しがる信長の顔が目に浮かぶぞ。高天神も我が手中に収め、父もさぞお喜びのことであろう。亡き親方様の悲願でしたからな。さて、殿、これからどういたしまするか。間もなく父の三回忌。それが終わり次第、三河から終わり、美濃へ向けて第二次成城作戦へと動く。徳川、そして信長と決戦を仕掛ける。信長は今、機内、どうやって戦の場に引き継ぎ出すのか策がいりましょう。親方様が亡くなられたことで、武田から寝返る者や様子を伺っている者もおりまする。現に、先般足が落とした長篠の奥平も寝返り、徳川の手に落ちておる。まさかで、父の偉大さと比べ、わしが頼りの思われておるのか。いや、殿はまだまだこれから、高天神攻略のように、しっかり結果を積んでいくことが肝要。さすれば、おのずと武田に組みする豪族は増えてまいりましょうぞ。勝頼様のお力を、武田一門衆や他国に見せつけるためには、まず、徳川の弱きところを攻めるがよいかと。やはりまずは、家康を追い詰めねばなるまい。先ほど言うておった長篠か。信綱、おるか。ここに。長篠の情報を教えてくれ。余計な報告はいらぬぞ。手短にな。では、この真田の忍び衆が、独自の情報網を駆使して描き上げその説明がいらぬのだ。手短にでしたな。長篠は、この貝から信濃飯田に通じ、伊那の山間部を縫って三河吉田に通じる養路上に位置しております。さすれば、武田にとっても徳川にとっても重要拠点。親方様の死去に伴い、奥平貞政が徳川に離反。今は、500の兵で長篠城にこもっているとのこと。ですが、城は、豊川上流の庭側、関佐川合流の段丘上に築かれている県庁。
力攻めでは、味方の犠牲も多く出るのは必要。そうか。500か。現在、今日焼きないから、信長本体は動けぬ状況。長篠城、吉田城、そして岡崎城の順に攻略し、早めに三河を制圧すれば、徳川家康も武田に下る選択しか残らなくなりまする。岡崎城は徳川と織田をつなぐ貴重な城。そこが危ういとなれば、必ずや信長本体が援軍として駆けつけてくるでしょうな。三河で決戦か。この勝頼が家康や信長に目に物見せてくれるわ。殿。何度も申しますが、徳川織田を決して侮ってはなりませぬぞ。国珍衆も不安に思うておりまする。うるさい。分かっておるわ。見ておれ。足軽バーン、弓隊ブーン、騎馬隊ドドーンで織田徳川は終わりじゃ。おう、言葉の意味はわからんが、とにかくすごい自信だ。よし、春を待って、準備ができ次第、三河攻略へ出立いたすぞ。こうして武田勝頼は、父信玄が夢見た織田徳川討伐に向けて、4月の12日、1万5,000を率いて甲斐から三河に向けて進軍したのである。武田信玄が言って安堵しておったが、まさか、あの後継ぎの勝頼に、してやられるとは思わなんだ。高天神を失ったのは痛い。父上、また、木を見て、雪辱を果たしましょうぞ。そうじゃな。信康を呼んだのは他でもない。おそらく、信玄の3回忌は今年じゃ。それを経たら、武田は、三河侵攻を企むやもしれぬ。そうなれば岡崎と敵剣ぞ。殿、でかい。奪われた領土奪還までは、まだまだ程遠いですぞ。ここらで何とかせねば、それがしは、武田を打ち果たしとうござる。今の武田は勢いづいておる。武田には、あの恐ろしい猛将、馬場や山形が健在じゃ。馬場信房、山形正景、次こそは一騎打ちにて倒してみせようぞ。そんな単純には一騎打ちなんぞできんぞ。武田が三河を狙うとするなら、長篠でしょうか。信玄亡き後、寝返らせた奥平の地下。長篠は、武田にとっても欲しい場所じゃ。奥平貞政には、殿のご長女、亀姫様が嫁ぐことに決まっておるゆえ、またも武田に寝返ることはないであろうが。家康様、急ぎご報告。武田勝頼が、つつじヶ崎館を出立した様子。何？狙いは、やはり長篠か。いかにも、1万5,000の大軍だ。やはりまた取りに来たか。長篠はあの地形じゃ、簡単には落ちぬとは思うが。忠次、以前信長様からいただいた、大筒はいかほどある。ざっと20丁。よし、全大筒を長篠に届けるぞ。城の堀と柵を強化させ、食料も、吉田城から大量に送り、籠城に備えさせよ。我が援軍が行くまで何としても持ちこたえよと。急ぎ、長篠の奥平に伝令を出せ。半蔵は、この書状を持って、信長様のところに行き、援軍を頼んで参れ。では、行って参る。その頃、信長は石山本願寺との戦いで摂津にいた。敵の城を落城させていた頃、家康から武田軍の本格的な三河侵攻が始まったとの知らせが入ったため、本願寺攻めを中断し、急ぎ岐阜に戻ることに。皆の者、ご苦労であった。三好康長もこれで逆らうこともなかろう。憎き仏々本願寺はあと少しちゃったがな。石山の奴らは本当に手を焼きますな。猿、知ったようなことを申すな。摂津にはいなかったではないか。秀吉、どうした？言い返さんのか？はい、その通りですので。で、あるか。調子が狂うの。それよりも、三河が気になる。家康から再三書状が届いておる。武田が三河に向けて進軍中とな。信玄亡き後、武田の動向を見ておったが、明智城も高天神も落とし寄った。あの勝頼という男の武勇は褒めてやらねばならぬほどじゃ。ゆえ、早いうちに何とかせねばならぬ。決戦でしょうな。そうじゃの。あ、丹羽様もおられる。信長様、お願いがございまするが、今よろしいでしょうか。なんじゃ。おいら、木下藤吉郎秀吉は、
この木に名前を書いといございまする。おお、なんと変えようとする。はい。秀吉は、織田家の家臣として、これからもお役に立てるよう努力してまいる所存。つきましては、織田家中心の庭様の羽の一字、柴田様の柴という字を一字ずつもらい受け、羽柴という名にしとうございまする。お許しいただけまするか。おお、だから先ほど我慢したのだな。構わぬぞ。あとは、権六と長秀に聞け。わしは構わぬが、わしは嫌じゃ。猿なんかにくれてやる図などないわい。しかも、なぜにわしの芝が庭殿の羽より後になるんじゃ。気に入らぬわ。そんなこと申さずに、なんか、芝羽より羽柴の方が語呂がいいような気がして。語呂かい。あ、その代わり、柴田様には良いものを持ってまいりました。きっとお気に召しますぞ。特製、お市様ふんどし。絵師に頼んで描いてもらったのです。見てみまするか？そんなもので騙される勝家ではないぞ。でも、そこまでお主が言うなら、見てやってもよい。ならば、ちょっとだけよ。猿、ちゃんと見せんかい。おお、なんと、お市様の麗しきこと、よく描けておる。お市様は可愛らしきお方であるからな。まあ仕方ない。柴田の芝をくれてやろうぞ。はよ、お市様をよこせ。何をごちゃごちゃやっておる。秀吉、一を出しにするでない。権六もじゃ。して、どうなったのじゃ。はい。さすれば、ただいまから木下藤吉郎秀吉、改め、羽柴秀吉と名乗ることにいたしまする。皆様、以後お見知りおきよ。信長様、また、三河の徳川殿から、下級の書状が届きましたぞ。信長様、長篠が、風林の火山になりそうで、味噌の言い訳はもう使えず、馬印も倒されたくございませぬ。ああ、夢に、信玄が毎晩出ておる。これは、よもや私の命も、わずかということであろうか。最後に信長様とお会いしたかった。もはや援軍要請の書状ではないが、必死さは伝わるの。たまにはわしが言ってやらねばならぬか。信長様が来たら、泣いて喜ぶでしょうな。あの顔で泣かれたら、笑いが止まらぬで勘弁してほしいものじゃがな。誠に。して、長篠か。遠江を制圧させずに三河へか。勝頼の性格じゃで、決戦をしたくて仕方ないのであろう。ここらで図に乗る若武者を叩いておくか。よし、皆の者、徳川の援軍に向かうぞ。各自準備に入り、熱田にて参集じゃ。光秀、そっちに、機内でこれだけを至急調達してもらいたいのじゃ。こんなにもですか。わかりました。5月の1日、ついに武田勝頼率いる大軍が長篠城に到着。勝頼は城北側にある伊王寺に本陣を置き、さらに飛粕山、中山、久間山、君ヶ伏戸、乳母ヶ懐に5つの櫓を築き、長篠城を包囲したのである。そして5月の8日、武田軍の猛攻撃が開始された。これに対し長篠城は500の兵と200丁以上の鉄砲、備蓄された豊富な兵糧でなんとか籠城、応戦し持ちこたえていた。しかし13日には武田軍により食料庫が奪われ消失。あと数日持ちこたえれるかどうかの局面を迎えていた。殿、もう長篠は落としてしまわれたらいかがかな。そもそも三河攻略が真の狙いじゃ。長篠はその手始めでは。しばし様子を見る。ここは徳川にとっても重要な拠点。来る、きっと来る。今髪の長い女子がいたような。軍議に集中せよ。殿、先ほど城周辺をうろついていた不審なるものを捉えて吐かせましたら、間もなくこちらに貞子じゃない、徳川家康の援軍がやってくるとのこと。おう、待っておったぞ。家康が来るか、狙い通りじゃ。殿、いかがいたしましょうか。決まっておろう。迎え撃つ。いや、この鳥居とか申す捕虜の方ですが。ああ、
貼り付けにして、長篠の徳川兵に見せしめにしておけ。なんじゃ、わしの話はやらんのか。勝頼、いや雪村。尺の都合とかほざくなよ。名前くらい言わせよう。わしは鳥にすね。一方、織田信長は大軍を率いて岐阜城を出立。尾張熱田神宮で一泊した後、14日には三河岡崎城に到着し、徳川軍と合流。3万8000の織田徳川連合軍が武田軍を討つべく集結していた。信長様は援軍待っておりました。しかも3万もの大軍には、信長様、長篠城の兵糧が断たれ、城兵は間もなく餓死してしまう。急ぎ向かいとうござる。おう、忠勝、相変わらずの迫力じゃのう。いや、わしもすぐにでも向かってやりたいと思っておる。じゃが、単に武田軍を長篠から追い払うだけでは、また頃合いを見て攻め込んでくるだけじゃ。そういうことだ。忠勝、下がっていよ。武田は何をもってしても騎馬隊が強いということじゃ。家康、お主もそれは両身に染みて分かっておろうが。はい。武田には幾度となくしてやられております。あの騎馬隊が最強ではないという現実を分からせることこそ、この戦の誠の狙いである。信長様、あのような丸太をたくさん集めさせたのは、それを使って何かをするので。そうじゃ。武田とは長篠城ではなく設楽ヶ原を決戦地として我らは布陣する。設楽ヶ原は小川や沢に沿って丘陵地が南北にいくつも連なる場所。それを利用して土塁や空堀、そして柵を作る。そこへ武田をおびき出すのじゃ。丸太は馬防柵のための。そうじゃ。馬防柵は二重三重に張り巡らす。柵をたくさん作り砦とするわけですな。設楽ヶ原に陣次郎を作る。父上、鉄砲3000丁、ただいま運び終えました。おう、信忠、代理じゃ。こやつが嫡男信忠じゃ。以後よろしゅう頼むぞ。これは立派な若武者。織田家もますます安泰ですが。さて、こたびの戦、主力はこの大量の鉄砲を使う。機内で光秀に鉄砲を集めさせ、参陣できる大名からも調達し、3000丁の鉄砲を揃えさせたぞ。しかし、多くの鉄砲があっても使いこなすものがおりませぬ。であろう。鉄砲を見たことはあっても、撃ったことがないものが大半じゃ。ましてや、手慣れとなると、そう多くはいない。じゃで、使い方を変えることにした。と言っても、根頃衆の受け売りじゃがな。長近、おるか、皆に根頃うちを説明せよ。はい、かしこまりました。ご存知の通り、鉄砲というは、弾を撃つまでに手間がかかる。撃った後、口薬や弾を込め、火皿にも口薬を入れ火蓋を閉じ、火縄を挟み、火蓋を開け発射。このように、次に撃つまでに多くの工程を要し、時がかかる。そのため、野戦での鉄砲は、開戦初期の威嚇射撃程度にしか使われていない。しかし、時間をかけず撃ち続けられれば、威嚇ではなく主力となりまする。2から3人を一組として撃つのは手慣れの鉄砲隊が担い、他の者が口薬や弾込めを行い、常に撃ち続けられるように鉄砲を交換していくのじゃ。鉄砲隊は馬防柵の後ろにいて、そこから常に鉄砲を撃ち続ける。弓隊も鉄砲隊を援護するように追いかける。ギリギリまで敵を引き寄せて弾を放つ。撃って撃ちまくるのじゃ。と、こういう策で行こうと思う。なるほど。しかし、武田軍が馬防柵まで寄ってくるであろうか。あの勝頼の性格じゃ、こちらが少数だと思えば、力攻めを仕掛けてくる。地形を利用して、鳥居や空堀に身を隠し、武田側に少ない兵力に見えるよう惑わす。設楽ヶ原を選ぶは、あの緩やかな起伏の地が兵を隠すのに適しておるからじゃ。拙者のトンボ切りの出番はないのか。鉄砲でひるんだ頃合いを見て突撃となる忠勝の出番はそこからぞ。はは。あとは天候だけですが。そればかりは天に任せることとなる。祈っておくのじゃ。よし、これより設楽ヶ原に向けて出陣いたすぞ。設楽ヶ原に着いたら手はず通り陣次郎作りに取り掛かるのじゃ。よいな。織田徳川連合軍は
この三河岡崎城の軍議で戦略を周到に練った後、吉田城経由で設楽ヶ原へ向かった。その数3万8000。連合軍本体は設楽ヶ原から2キロ手前の極楽寺に入ると、築城部隊を派遣し、設楽ヶ原の地に南北2キロに及ぶ馬防柵や土塁を築き始めた。徳川の援軍がそろそろこちらに着くやもしれぬ。いかがいたすおつもりか。そうじゃな。石膏からの知らせが入った。信長本体が徳川と合流して城手前の設楽ヶ原付近に着陣したぞ。織田偵察隊が周辺の監視を強化しており、なんと信長も来たのか。信長は摂津で本願寺勢と交戦中ではないのか。家康からの援軍要請に応えて本願寺攻めをやめ戻ってきた様子。敵軍は柵を作ったり土を掘ったりと設楽ヶ原を陣地路にしているとのこと。信長も来よったか。家康は信長が恨むと何もできんのじゃな。これで家康だけでなく信長も一挙に潰せるわ。じゃが下せぬ。なぜこの長篠に直接攻めてこぬのじゃ。我らをおびき寄せる罠か。信長が直に援軍に来たということはそれなりの勝算あってのこと。殿、これはよく考えねばなりませぬ。じゃが援軍ならなぜ兵糧が尽きようとしておる長篠を助けに来ぬ。誠に信長であろうか。馬印を持たせた偽装部隊ではないのか。数で劣りゆえこちらに攻め込めぬのやもしれぬ。そうではありませぬ。これは信長の罠ですぞ。信長は鉄砲を多く用いるとも聞く。我が騎馬隊が突破するのもたやすくはない。なぜ信長の名が出た途端こうも弱腰になるのじゃ。我が騎馬軍団は無敵じゃ。陣地路なんぞ蹴散らしてしまえばよいではないか。ましてやこの梅雨の雨じゃ。絶砲なんぞ雨で火を吹けぬは使い物にならん。そうです、勝頼様。ここは先手必勝。こちらから我が武田騎馬隊の圧倒的な強さ速さで猛攻を仕掛けるべきかと存じます。いや、敵兵の数はまだ読めぬ。もし兵数で劣っていたらさすがの騎馬軍団でも勝ち目はない。まずはこの長篠城を急ぎ落とし策を練るべき。なぜわからぬ。これは信長がいると虚勢を張る家康の策ぞ。我が軍が攻略を諦めて帰ることこそ家康氏の本意。兵もそれほどおらぬではないのか。現にこちらに攻めてこぬではないか。第六天魔王とも言われし信長なら鬼のように和紙を襲いに来るはずじゃ。殿、またいずれ織田徳川を討つべき気もありましょうぞ。これぞ好機ではないか。武田四天王鬼見と歌われし馬場の言葉とは思えぬぞ。ここで徳川を叩いてしまえば三河攻めが一気に進むことにもなる。信長の所在や兵数など今少し相手を探って。ひどい。父より引き継いだこの武田をわしが盤石にせねばならぬ。こたびがその好機なのじゃ。勝頼様がそこまで申されるなら我が武田の全てをかけ攻めまするか。よし。ではこの長篠包囲には2000、飛粕山には1000の兵を残し、あとは信長と家康の待つ設楽ヶ原に進軍じゃ。この日、武田側では決戦か撤退か、家臣たちの意見は分かれた。信玄の頃より使える重臣がことごとく反対する中、それを押し切り勝頼は決戦を選択。かくして5月20日、武田軍は3000兵を長篠に残し、1万2000を率いて決戦地となる設楽ヶ原に向かったのだ。家康様、武田軍に動きが。武田が何とした？長篠城と飛粕山の砦に3000を残し、1万2000を率いて関佐川を渡り向かってきた。であるか。勝頼引っかかりよったな。連後川を挟んでこちらの真正面に布陣する様子。その距離約2キロほど。よし、これぞ天から与えられしきじゃ。武田をことごとく打ち果たす好機ぞ。いよいよですな。必ずや武功を挙げてみせまする。それがしの血が騒いでおる。このトンボ切りに宿りし、武田への積年の雪辱、果たさせていただく。武田は先制攻撃を仕掛けてくるはずじゃ。柵から出てはならぬ。攻めかかってくる敵をギリギリまで引き寄せて撃つのじゃ。
拙者に一つ策がござるのだが、なんじゃ、申してみよ。先ほど半蔵の方を聞き思いついたのですが、武田軍は決戦前でこの設楽ヶ原に気が集中しておるはず。油断している飛び山砦で別動隊が南を迂回し奇襲をかけまする。そのまま一挙に長篠城の包囲を蹴散らし、籠城する長篠を救援し奪還。さすれば武田側の退路はたったも同然。武田軍はこの設楽ヶ原で戦うほかなくなりますぞ。そこを全軍をもって叩きのめすという策はいかがか。それは妙案じゃ。おいらもそれを言おう。忠次、そのような小細工はいらぬ。仮に奇襲が失敗すれば、武田軍は決戦を避け撤退するやもしれぬ。は、出過ぎたことを申しました。ここらで受かろう。戦に備えて皆休むがよい。これにて軍議は終わりじゃ。皆の者、武田との決戦、心せよ。しばらく時が過ぎた後、信長は家康と忠次を密かに呼び寄せた。忠次、先ほどは奇策をよくぞ思いついてくれた。じゃが万が一佐助のような患者が紛れ込み、武田側に漏れては元も子もないで皆の前では一括した。じゃがその策を決戦前に仕掛けようと思う。そっちには内密に動いてもらいたい。先ほど信長様の一興も策の一つというわけです。である。我が織田からも金森の鉄砲隊3000をつける。この梅雨時期にも晴れ間は来る。それを見定め、夜が明ける前に飛び山砦を奇襲せよ。長篠救出後はのろしで知らせるのじゃ。必ずや成し遂げよ。わかりました。お任せを。では支度に入りまする。軍議にて酒井忠次が提案した策が内密に実行されることとなり、酒井忠次率いる弓槍隊と織田の金森長近率いる鉄砲隊で組んだ約4000の別動隊が20日深夜に飛び山砦に向けて設楽ヶ原を出発。大きく迂回し豊川を渡り南側から尾根伝いに進み、翌21日の夜明けには長篠城包囲の要であった飛び山砦の背後に迫ったのである。天正3年1575年5月の21日早朝、前日までの豪雨が嘘のように止み、空は徐々に明るくなってきた。設楽ヶ原では連合川を挟み、西に織田徳川連合軍の軍勢34000、東の武田軍12000は各翼の陣形にて対峙。一方、長篠城南を進軍する別動隊は飛び山砦奇襲の合図を待っていた。酒井殿、鉄砲隊の準備は整ったぞ。よし、敵は完全に油断しておる。今じゃ攻めかかる。夜明けとともに酒井忠次、金森長近率いる別動隊が長篠飛び山砦の方向から奇襲。弓と鉄砲での攻撃に不意をつかれた飛び山砦を守る川久保信実は、奇襲か。数が多い。防ぎきれぬか。首相を亡くした砦は間もなく陥落。連合軍はその勢いで他の砦も攻め落とし、長篠城を包囲していた武田勢を打ち破ると、奥平殿、もう大丈夫じゃ。よう耐えたぞ。おう、酒井様、援軍かたじけない。無事に長篠の籠城兵を吸収することに成功。武田の敗残兵は本隊への合流を図って川を渡り退却。長篠城の西側、垂水村にこもっていた高坂正純隊も忠次らの猛追を受け討ち死にとなった。武田軍を一掃したぞ。設楽ヶ原の味方に向けてのろしを上げよ。父上、長篠からのろしが上がっておりますぞ。よし、忠次、長近、でかした。味方全軍に伝えよ。別動隊が長篠を救出。武田の退路を断ったぞ。織田徳川全軍にその知らせが行き渡ると、全軍の士気が高まり歓声が沸き起こった。勝頼様、敵の奇襲により長篠の全砦が陥落。長篠城包囲隊も壊滅。これにより川久保信実様、高坂正純様他お味方討ち死に。何、信実がしてやられたか。もはや一刻の猶予もない。これぞ武田の本体。武田騎馬隊の強さ見せてくれようぞ。皆の衆、突撃じゃ。勝頼の合図をもって決戦の火蓋が切られた。馬防柵を破壊すべく足軽隊が前進。
武田の鉄砲隊も援護射撃を行う。まだじゃ、もっと夜まで待て。よし、放て。槍を潜めていた連合軍の鉄砲が一斉に火を吹いた。至近距離から連続して放たれる鉄砲に、武田兵はバタバタと倒れていく。皆の柵を避けて回り込み、敵の背後に攻めかかるぞ。我に続け。武田軍左翼に位置していた山形隊が連合川を渡り、南側の馬防柵を避け迂回するように突撃しようとするが、徳川軍大久保忠世隊が迎え撃つ。ここを突破させてはならぬ。大久保隊の激しい防衛に遭い、突破できないと判断した山形隊は方向を変え、馬防柵めがけ突進。ここでも鉄砲の射撃に阻まれ退却。続けて中央に布陣していた武田信門隊が突撃を仕掛け、小畑信貞隊、武田信豊隊も一斉に攻めかかるが、連続して打ち込んでくる鉄砲攻撃にあえなく退却。徳川勢が手薄じゃ。柵を蹴散らせ。恐れず突き進め。中央に布陣していた内藤隊が徳川方に向かって奮闘するも、鉄砲隊の射撃に一旦退却せざるを得ないところへ、左翼隊が加わり中央へ突撃。この頃、武田軍の右翼側にいた馬場信房隊も小田隊めがけて切り込んでいく。柵を迂回して敵に突き進め。わしに続くのじゃ。馬場隊は700を二手に分け、佐久間信盛隊、滝川一益隊を猛攻し退却させ、丸山砦を占拠することに成功する。馬場隊は追撃せずそのままとどまり、戦況を見ることに。弱い場所を馬場はついてくるの。さすが武田の猛者ぞ。馬場隊が丸山砦を占拠したのを見た真田信綱、正輝隊、土屋正嗣隊はさらに続けて織田陣営に深く追撃していく。真田衆、我に続け、柵をなぎ倒していくのじゃ。あれは真田の六門戦、信綱隊だな。鉄砲隊放て。真田隊が柵を打ち破って猛攻するも、鉄砲での攻撃にひるんだ隙に、次は長秀隊、羽柴秀吉隊が横から攻撃を仕掛ける。我ら真田一族、こりにかけて、最後まで戦うのみ。続く土屋正嗣隊も、鉄砲隊、放て。久成政、前田利家の鉄砲隊の銃弾に倒れてしまう。真田信綱、正輝兄弟、土屋正嗣様、討ち死に、うぐぐ。その頃、山形隊は縦横無尽に柵をかいくぐり、徳川本隊直前まで攻めかかる。山形殿とお見受けした。ここから先は通させん。おう、本田平八郎とやらじゃが、噂通りの風貌。よかろう、いざ、尋常に勝負。一騎打ちを受けた山形正景は、本田忠勝に突進すると、馬上からの槍攻めを仕掛ける。それを難なくかわした忠勝は、良き槍さばき。じゃが、それがしのトンボ切りはそこまで優しくはない。うぐ。忠勝がおらなければ危うかったな。また、失態を犯すところじゃったわい。山形正景様、討ち死に、正景までが。なぜ、兵数はさほどおらぬのに崩せぬのじゃ。よし、武田軍の陣形が崩れ始めたぞ。皆の者、全軍総攻撃じゃ。柵の前に出て、残りの武田勢を追撃せよ。ことごとく打ち果たすのじゃ。信長の指令により、陣城に隠れていた織田徳川軍が現れたし、連合川を渡り武田軍に攻めかかった。それを見た穴山信忠隊、武田信門隊が敗走しだし、武田軍は総崩れとなった。武田軍の陣形が崩れるのを確認した馬場信房は、急ぎ勝頼本陣に駆けつけるの。殿、重臣が多く討ち取られ、もうこの戦は勝てませぬ。わしがしんがりを務める上急ぎ撤退を。いや、わしにも意地がある。逃げるわけにはいかぬ。このまま亡き信玄様から引き継いだ武田をなくすおつもりか。ここは退却して武田を立て直してくだされ。わかった。しんがりを頼むぞ。必ず戻ってこい。武田軍撤退のホラ貝が鳴り響く中、内藤正豊隊は追撃してくる織田徳川軍の兵を討ち取り、なおも織田本陣へ向けて攻めかかる。武田の騎馬隊は最強なのじゃ。親方様。敵へ突撃するも弓や銃弾を浴びて落馬したところを撃ち取られてしまう。一方、馬場信房は手勢を連れてしんがりを務めるべく、猛追する織田徳川軍を拒み応戦する。勝頼本体が逃げ延びる時間を稼ぎ、勝頼の馬印が見えなくなるのを見届けると、取って引き返し、我は馬場美濃守信房じゃ。戦人生悔いなし。
我が首取って手柄とせよ。これまで70回の合戦でかすり傷一つ負わず、不死身の馬場美濃と言われた馬場信房もここに散った。そして武田勝頼はわずかな友回りとともに武雪城まで逃げ延びることができた。よし、ここらでよかろう。皆の者、ようやった。織田、徳川軍の大勝利じゃ。勝ち時をあげよ。この設楽原の決戦は8時間もの激戦の末、武田軍は有能な重臣、武将を数多く失う大敗を喫し、武田家にとっても、また織田家、徳川家にとっても一大転機となる決戦となった。長篠設楽原における勝利、その後の越前一向一揆平定による石山本願寺との和睦で、反信長勢力を抑えることに成功した織田信長は、天下人や覇者と呼ばれるようにもなる。また、徳川家康は三河の実権を完全に握り、その後、遠江の重要拠点である諏訪原城、二俣城、高天神城を次々攻略していくのです。一方、武田勝頼はこの大敗により体制の立て直しを図るも、失った重臣、そして名声を補うことはできず、武田家衰退、滅亡の一途をたどることになるのです。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし、戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、どうすれば勝てるのかを考え、実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。